れをこう全部私たちが柔らかくね、実際に手ではめて加工してあげる、このことが他のお店との差別化になるかなと思って始めました。野球用品スポーツショップ武蔵の実店舗兼事務所は岡山県の勝田郡という場所にあります。勝田郡勝央町勝間田と言います。勝が3つもつく、縁起のいい地名ですね。次郎丸さんは25歳の時に実家のスポーツショップに戻り、楽天市場に出店しました。買ってもらった時にこのバットを使って頑張ってくださいねとかっていうメールを送ると、お客さんからありがとうございますっていうような返事をいただいたりとか、メルマガに反応があったりとか、ネットの中でも接客ができるなと、これは接客が通じるっていうのはすごく感じました。総合店っていうのはこう大手さんがやっぱりいっぱいあるし、何かこう特化するっていうことはキーワードの中にもずっとあって、何か一個専門のことをで勝負する、お客さんとお付き合いさせていただくっていうところをやった方がいいんじゃないかなと思いましたね。自分たちに何ができるかを考えて始めたのがグローブに型をつける手もみです。グローブっていうのは買った時にまず最初硬いんですよね。でそれを届いた時から少し柔らかくなって、自分の手の形に合わせれるように私たちがちょっとほぐしてあげるみたいな仕事がこの手もみ加工の仕事ですね。ミズノのグローブだったらどこのお店でも売っていると。その中で、加工をして、送ってあげることで、うちでしか買えない商品に変わるっていうのがまず一つありますよね。価格を下げることは真似できても、うちでしか足せない付加価値を加えたかった。手もみ加工を通じてお客さんとの関係性が強くなったと次郎丸さんは言います。お兄ちゃんのを買ってみてよかったから弟のも買うよとか、中学になったからグローブ買い替える時に、また武蔵さんで頼むねっていう風に声かけてもらうっていうのが、嬉しい結果ですよね。北海道のお客様でうちの手もみ加工をすごく気に入ってくださって、機会があったからといって、北海道からうちのお店に来てくれたことがあります。それでもびっくりしますよね。北海道からこんなど田舎の、でもその方との出会いっていうのは私の人生の中でも多分忘れることがない大きいポイントで、きっかけとしては手もみ加工というところになるので、やってみて本当に良かったなっていうのが今になってやっぱり思いますね。グローブに入れる緩衝材にもお店ならではの工夫があります。箱の中で潰れないようにということで、そこに頑張れとか、いうような声をかけてあげることで、お客さんが少しでもねやっぱりやる気になってくれたら面白いなと思って、息子が勉強机に貼ってますとか、そういうことを言ってもらうようなことがあって、その子供が真剣に捉えてくれて、もっとかのように掲げてくれてるっていう話を聞いた時には、スタッフとよかったねとやってる価値があるねという、本当にこちらからも励ましてもらうような、そういうことになりますね。商品ページ一つとってももうメーカーの画像を極力使わないとか、自分らで表現する。梱包一つとっても付加価値を足して梱包してくださいというふうにスタッフに伝えてます。私たちが楽しいなと思えるようなことで、お客様も嬉しいなと思えるようなこと、他と違うことを探すっていうところが一番最初にあるので、あまり被らないっていうのはねあります。店長ブログでも自分たちならではのやり方を模索しています。ちょこちょこ更新してたのをだんだんとオーダーグローブを中心に、ブログを更新するようになりました。その結果1年に
何個も購入してくださるお客さんもいらっしゃいますし、本当に自分のお小遣いの中で悩んで注文をくれる高校生もいますし、お客さんの日常の中にとにかく入り込みたいです。お客さんも毎日見てるし、僕も毎日書くし、そうですね、お客さんの接客時間を長くしたいっていうところですね。はい。会話もしてます。愛さんありがとうございますと、ここのポイントかっこよかったですねとか、その方へ向けてのメッセージもついでに添えてるんですね。それによって読んでくれてる方はやっぱりそれに対してまたコメントを返してくれますし、凝ったグローブなのでこういうことをしたいんですけどっていう相談がまた別から来るっていうすごく好循環といいますか、は起きてると思います。2015年から取り組むグローブのリペアも独自のサービスです。お客様が喜んでくれるっていうのが本当に大きいですね。20年眠ってたグローブを、復活させたいんだという相談を受けて直して送ったら、これでまた野球をやる気が出てきましたというようなのがあったりとか、古いグローブを自分の親に買ってもらったグローブを直して息子に使わせたいんだというような、相談があって、それをうちでリペアして送って、それを息子さんが使って、またそこで息子さんがそのグローブに対する思い入れみたいなのがまた深まるというような、とにかくストーリーが多いんですね。リペアの仕事をするとそのたくさんのストーリーに会えるっていうことが面白いですね。うちのお店でグローブを買った子が、甲子園に出るという出来事がありました。でその時には私実は甲子園まで行くという勝手に応援しに行くっていう以前そちらでグローブを買わしてもらった〇〇ですと、実はこの度息子が頑張って甲子園に出ることになりましたと、それは大変ですね、私すぐに応援行きますというようなそういう流れですね。そっちの方が面白いですよね、やっぱりね。でそれをまたブログの、ネタにすると、一緒に応援席でお父さんお母さんと応援して、それをまた、ブログに載せれるので、楽しいし、ネタにもなるし、行きましたね。少年野球のイベントへの出展も始めています。離島に住む中学生を集めて野球大会をやっていると、もしかしてそこの野球大会に行けばお客さんに会えるんじゃないかなと、あれさっき武蔵さんから商品届いたよっていう風なほんの1時間ぐらい前に商品があんたのところから届いたよって言ってもらえたことは本当に嬉しかったですね。お客さんに会いに行くっていうことの楽しさは本当に感じましたね。ショップとお客様とのつながり、その後ろに店長とお客様のつながりができたりとか、二郎丸とお客様がつながったりとか、そういうのが時間軸とか距離的なものを全部埋めてくれてコミュニケーションできるっていうのが、私にとっての楽しみ。なぜなんだろう。でもお客さんに会いたいんですよね。もっとたくさんのお客さんに会いたいなと思います。ネット上でもそうですし、リアルでもそうですし、とにかくたくさんのお客さんに会って、応援したい、それが私の夢ですね。